ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。今回は東横線に乗って移動します。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。そのままみなとみらい線に接続し、終点の元町中華街駅に到着。一番出口の山下公園口から出ることにしましょう。外に出てきました。平日でもやはりにぎわっていました。守護神が清流とされる朝陽門を背に山下公園方面へ。以前宿泊したホテルニューグランド、こちらも素敵なホテルですので、よければ概要欄のリンクからどうぞ。そしてホテルニューグランドの本館の前を通り、2025年2月に開業したザ・ゲートホテル横浜バイヒューリックにお邪魔させていただきます。ゲートホテルは初の宿泊、評判良いのでとても楽しみ。中に入り案内に従って12階へ向かいましょう。こちらのホテルはレセプションが最上階のようですね。12階に到着。山下公園に停泊している氷川丸のアートが飾られていますね。早速チェックインをしましょう。チェックイン手続き、スタッフさんから丁寧な説明がありました。客室階へはカードキーをかざしてくださいねと説明も。一式受け取りました。他のスタッフさんがエレベーター呼んでくださってました。嬉しい配慮です。今回のお部屋は2階となりました。2階のエレベーターホール、蹄鉄が飾られていました。フロアサインもおしゃれにライトアップされています。客室階の廊下も雰囲気の良いライトアップでとてもおしゃれです。今回アサインいただいた213号室、モデストのお部屋です。カードキーをかざして早速オープン。カードキーをポケットに入れてルームツアースタートです。お部屋に入りました。カードキーのポケットがあるだけですね。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。 DD カードはドアノブに。さてお部屋の中に進んでみましょう。この部屋に泊まるのを楽しみにしてた。こちらがモデスト18平方メートルのお部屋。控えめなという意味を持つモデストらしいお部屋。この部屋の眺望はどんな感じだろう。ちょっとカーテン越しに見えてるけどチェック。ホテルニューグランド本館ビューですね。あっちの方角に山下公園がほぼ見えない。窓際から部屋を見渡すとこんな感じ。これは横浜なのかな。デスクの隣にあるこちらのキャビネット周辺をチェック。ヘッドボードの上に照明スイッチと電源コンセントが2口。ティッシュ、客室内電話機。キャビネットの中には何かの紙やセーフティーボックス。こちらはファイルでした。中にはランドリーサービスや宅配伝票が。このデスク、なんとハーマンミラーのパスポートワークテーブルなんです。このデスクの特徴といえば昇降式になっています。立った状態でも使えますよ。そしてこちらもハーマンミラーのゼフチェアとなっています。このセットが目当てでした。めっちゃ座りやすかった。チェックイン時に受け取ったこちらも見てみましょう。カードキーのホルダー、シンプルなデザインは好きです。カードキーも同様にシンプルですね。朝食券、1階のレストランか12階のバー&ラウンジのどちらかでいただけます。スキンケアセットはミキモトのムーンパールシリーズでした。館内や朝食、Wi-Fi の接続情報の案内など。 Wi-Fi の接続速度はダウンロードが 223Mbps、アップロードが 287Mbps と高速。
なんとキーケースを提示すると、ホテルニューグランドの動画でも紹介した S ワイルバイホテルニューグランドで 5% 割引になるみたいです。ナイス連携。宿泊アンケートもいただきました。こちらがモデストのベッド。幅 130cm あるのでゆったり寝転がれます。このクッション素材、なんと正面がテレビになっているので、ベッドでゆったり座りながらテレビを見る際に背もたれになります。ナイトウェアはセパレートタイプ。胸元にゲートホテルのロゴが刺繍されています。枕は2種類。クッションの色が統一されてますね。こちらの読書灯は向きや角度の調整ができるタイプ。照明の操作スイッチ、充電用 USB Type-C ポート、電源コンセント。恒例のベッドチェック。シーツ、ベッドパッドと続き。マットレスはシモンズのビューティーレスト。快眠が保証されてますね。お次はベッドと反対側をチェック。窓際の足元にシャープ製の加湿空気清浄機。給水しようとしたらすでに水が入っていました。花粉も飛んでるシーズンだったので速攻で電源をオン。こちらはミニ冷蔵庫。モデストの数少ない欠点です。このサイズ感なので中に入れるものに注意してくださいね。ネスプレッソマシン、ホテルで久々に見ました。エッセンサミニでした。ポーションは東京ルンゴとストックホルムルンゴの2種でした。無料のミネラルウォーター。こちらのキャビネット、引き出し上段にはいろいろと。スプーンやコースター。紅茶はトワイニングのセイロンオレンジペコとアールグレイ。タイプ C の充電ケーブル、なんと PD 対応。筆記用具もこちらに。中段にはマグカップとグラス、アイスペールとシカ製の電気ケトル。ゴミ箱。ペットボトルは別の袋に入れましょう。テレビ、電源をつけるとホテルメニューが表示されました。スマートテレビももちろん対応しています。入り口から視線を動かしたこちらには全身鏡が壁に設置されていました。足元にはバゲージラック。ハンガーフックもおしゃれですね。こちらの扉の中はクローゼットでした。ハンガーも1人用にしては十分な数が用意されています。使い捨てスリッパ、シューホーン、シューシャインクロス、ブラシ、除菌消臭スプレーの清水化、パナソニック製の衣類スチーマーもありました。これシワ伸びたことない。最後はこちらを見ていきましょう。こちらにローブフック。ドアオープン。シンプルにまとめられたサニタリースペースとなっていました。左手にはお手洗い。リモコンが大人目線の位置なのが割と特徴的。ウォシュレットはTOTO製。正面は洗面スペース。大きめの丸い鏡が特徴的ですね。コップ。水栓はハンスグローエ製。フェイス&ハンドソープ。こちらはアメニティボックス。一通り揃ってます。ハンド&ボディクリームがあるのは珍しい。フェイスタオル。もしかしたらここ開くかも？というのもヘアドライヤーが見当たらなかったです。サロニア製らしいのですが、モデストのお部屋はシャワーブースとなっています。一人の時はこれで十分ですね。
レインシャワーも完備。シャワーヘッドは水流切り替えタイプ。全部で3種類の水流でした。水圧も強めなのも好印象です。ゲートホテルオリジナルのダージリンティーのバスアメニティ。他のお部屋もご紹介。こちらは使いやすそうなエッセンシャル。ちょっとした贅沢な雰囲気が漂うクラッシー。コーナールームとなっているリュクス。今度はここに泊まりたいですね。スイートルームのザ・ゲート。ルームツアーは以上です。お昼に食べたお食事を紹介します。ホテルからのんびり歩いて元町エリアまで。神奈川淡麗系ラーメンの店舗の一つ、横浜元町本丸亭です。外にメニューも出ていました。ラーメンが塩オンリーです。ラーメンのスープに使われている鶏のほぐし身を犬のご飯として売ってたりもするそう。曜日限定でおやき本丸亭としておやき販売もやってるみたいです。店内に入って注文してのんびり待ちます。カウンター12席程度のお店となっています。元町ショッピングストリートの近くにあるので、ホテルからは少し距離があります。料理が届きました。本丸塩ラーメンにしました。春菊が入っているの珍しいかも。なるほど、春菊はスープに浸しておくと良いみたいです。というわけで、良い感じに浸しておきましょう。淡麗系ということもあり、スープも澄み切っています。麺は太めの縮れ麺となっています。チャーシュー、そしてワンタンも食べ応えがありますね。お会計の際に気がつきました。普段拝見してるシアゴチャンネルさんのサインが。さっきのラーメンを食べる前にふらっと立ち寄ったユニコーヒーローステリー。散歩してたら見かけました。なんとドーナツの販売もやっているそう。飲み物もオーダーしたので中で待たせていただくことに。店頭でドーナツを売っていたお姉さんがコーヒー作ってくれたのもあって、イラストと一言書いてくださいました。イラスト本人に似てました。ここからはホテル内施設や設備の紹介を。チェックイン時にも紹介した12階にあるレセプション。エレベーターホールには氷川丸のアートがあったり、外貨両替機も設置されていました。レセプションの正面でゆったり待つことも。朝食会場の一つにもなっているバー&ラウンジ。カウンターでゆっくり語らうもよし、窓際で美しい夜景を眺めるもよしですね。いつかホテルのバーで大人の時間を過ごしてみたいです。さて、ホテル宿泊者限定のルーフトップへ向かいましょう。屋上階に到着しました。エレベーター降りたら左手に進み、早速テラスに向かいましょう。こちらがルーフトップテラスです。横浜やみなとみらい方面、川崎方面、そして東京タワーも。目の前に東京湾を見据え、横浜ベイブリッジも海の向こうへ通じています。すぐ近くにある横浜マリンタワーもバッチリ。夕暮れ時のみなとみらいも美しいですよね。さて、ホテル内に戻り、4階と11階にある自販機コーナーにやってきました。現金のみとなっているのでご注意。
製表記は無料で利用可能でした。エレベーターホールのオブジェが各階で違ったので一気に紹介。11階から3階まで順番に。こういう相違点って探すの楽しいですよね。やはり自分的には2階の蹄鉄が一番ですね。さて、外はまだ少し明るいですが、電話でオーダーしていた夕飯を受け取りに。バーガーハウスのコディーズです。なんか毎回ラーメンかハンバーガー食べてますね、自分。正面にテイクアウトの窓口も、事前に電話でオーダーしておくのをおすすめします。窓口にメニューも。ホテルからほぼ直線で意外と歩ける距離になっています。ホテルに戻ってきました。早速いただきましょう。 DCB と CKB ってなんだ。こちらはダブルチーズバーガーのベーコントッピング。ポテトもついています。そしてこちらがケイジャンチキンバーガー。一人で食べる量じゃないですね。フライドチキンも1ピースお願いしました。ユニコーヒーローステリーの品物も紹介しちゃいます。楽しんでくださいねとにっこりされたドーナツがこちら。飲み物はホワイトモカラテ。いちごがかわいいストロベリー。そしてカスタードも。一日の終わりに夜のルーフトップテラスを。スマホの映像だとどうしても画質が落ちちゃうけど、やはりみなとみらいの夜景は個人的には最高だと思います。ベイブリッジの方ドライブしに行きたいな。横浜マリンタワーも綺麗にライトアップされていました。さて、そろそろお部屋でゆっくりしましょう。おやすみなさい。おはようございます。朝がやってきました。朝食2カ所から選ぶことができるのですが、今回は1階にあるレストランでいただくことにしました。ホテル内のレストランアンカーグリル横浜です。外に面している箇所はほぼすべて窓になっています。入り口でスタッフさんに朝食券を渡しましょう。席まで案内していただきます。7時前くらいにやってきましたが、平日なのもあってか自分だけでした。こちらのレストランでの朝食はメインのプレートを3種から1つ選ぶことができます。丁寧に説明してくださいました。座席数も十分な数がありますね。あちらに見えるカウンターにハーフビュッフェのお食事が並んでいます。見に行ってみましょう。カウンターのこちら側から見てみましょう。カトラリーやウェットティッシュ、サラダが充実しています。ブロッコリー、パプリカ、水菜、トレビス、ビタミン大根、赤大根、赤水菜、赤いミニトマトと黄色のミニトマト、ミックスビーンズ、きゅうり。本日の横浜野菜はかぼちゃ、そして紅はるかとカリフラワー。こちらにも本日の横浜野菜が、そしてスナップエンドウ、白かぶ。ドレッシングはこちらの3種。ごまドレッシングがとても美味しかったです。グリーンリーフレタス。こちらにもいろいろなサラダが、結構な数があるので、気になるのがあったら一時停止してチェックしてみてくださいね。
美味しそうなフルーツも並んでいます。オーシャンベリー、有機キウイ、温州みかん。パンのコーナー。メインで足りなくてもパンがあるのは嬉しいですね。バルミューダのトースター、オレンジスプレッド、エシレバター、スミツもありました。ソーセージ、粒マスタード、ケチャップ。本日のスープ、フレッシュオレンジジュース、ミネラルウォーター、スパークリングウォーター、牛乳、グリーンスムージー、ビネガードリンク、ジャスミン茶。席に戻るとメインのプレートが運ばれてきました。コーヒーも入れていただいて、お料理が一通り揃いました。サラダもしっかりといただきます。フレッシュで美味しかったです。ザ・ゲートホテル横浜限定の横浜ライスカレー。お肉もホロホロでスパイスも効いててかなり美味しかったです。外をゆったり眺めながらゆったりとお料理をいただきました。ごちそうさまでした。名残惜しいですがチェックアウトの時間となりました。ザ・ゲートホテル横浜バイヒューリックいかがでしたか？横浜の復興を支えた歴史ある土地に新しく建てられたホテル、ゲートホテルのコンセプトも感じられる素敵な超おすすめホテルです。コーナールームであるリュクスには泊まってみたいと思います。近々滞在できたらいいなという気持ちです。さて、気になる料金の発表です。ヤフートラベルからの予約で水曜宿泊1名1泊朝食付きで12,176円でした。3020円分のポイントを即時利用しての金額です。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。